皆さんおはようございます。くまさんの YouTube 農業大学講師のくまさんです。ここまで日本酒の基本について4回にわたって皆さんと一緒に勉強してきました。改めてこれまでの講義をおさらいしてみたいと思います。まず純米酒と吟醸酒を見てきましたね。お米と米麹、水、そして酵母、これだけで作られた日本酒、これが純米酒でした。そして純米酒と呼ぶことのできない日本酒に加えていたもの、それが醸造アルコールでしたね。醸造アルコールを加えるのはアルコールに溶けやすい香り成分を日本酒の液体に移すため、つまり日本酒の品質を向上するために加えられたものでした。一方、純米酒は醸造アルコールを添加していないため、その分濃厚でリッチな味わいの日本酒になるため、濃厚な味の料理によくマッチするんでしたね。そして吟醸酒と大吟醸酒についても見てきました。吟醸酒はお米の表面の 40% 以上、大吟醸酒はお米の表面の 50% 以上を削って作られる日本酒でした。どうしてお米の表面を削るんでしたでしょうか。それはアルコールを作り出す酵母に厳しい環境を提供して香り成分を生成させるためでしたね。酵母は厳しい環境に置かれるとフルーティーな香りを生み出すんですが、まず酵母の餌を減らす必要がありました。酵母の餌とはお米の表面に集中しているタンパク質やミネラルで、これらを削り落とすことで酵母の餌を不足させることができました。酵母にとって厳しい条件下で生み出されるフルーティーな香り、これを吟醸香と言いました。この吟醸香は酵母が厳しい環境を生き抜いて頑張ってアルコールを生み出した証なんですね。続いて見てきたのは麹でしたね。麹は日本酒作りにおいてでんぷんから糖に変える働きをしていました。お米からアルコールを生み出すのはでんぷんから糖に変えるプロセスと、ここで作られた糖をアルコールに変えるプロセスの2つを経て作られていたんですね。そしてこのうちでんぷんから糖に変えるプロセスを担当しているのが麹菌でした。麹菌がお米の中でたくさん繁殖して麹菌の塊になったもの、これが米麹でしたね。この米麹がしっかりできることが日本酒作りにおいて何より大切でした。そして山田錦についても見てきましたね。山田錦は日本酒作りにおいてお米に求められる2つの大切なポイントを押さえていたんですよね。まず大切なポイントの1つ目はお米の粒が大きいことでした。山田錦はお米の粒が大きいため、お米の表面に集中するタンパク質やミネラルなどを除去してもお米が割れないという特徴がありました。タンパク質やミネラルは日本酒の雑味の元となるため除去する必要があるんでしたね。そして2つ目のポイントは山田錦が心拍という細かな隙間がある空間を適度に持っていることでした。心拍は麹菌が菌糸を十分に伸ばして酵素をたくさん出すために必要でした。そしてこの2つのポイントを見事に揃えた山田錦というお米は開発から100年近くも経っているのに、未だに日本酒作りに使われるお米の横綱的な存在なんですよね。そして日本酒作りのルーツについても見てきました。日本酒のルーツは映画君の名はでも出てきた口上酒でしたね。でんぷんを糖に変える麹菌が知られていない時代のお酒で、唾液に含まれるアミラーゼやジアスターゼによってでんぷんを糖に変える、これによって作られていたお酒でした。そして酒蔵に飾られている杉玉についても見てきましたね。奈良県にある大宮神社にあるご神体に三輪山という山がありました。この三輪山は日本酒の神様なんですよね。そしてこの三輪山にあるご神木の杉、この杉にあやかって作られたのが杉玉の始まりでした。杉玉は日本酒作りの安全を祈願するため、今でも多くの酒蔵に飾られているんでしたよね。また日本酒を冬の時期に限って作る缶作りが行われていた頃は、杉玉を取り替えることは新酒ができましたという合図でもあったんですよね。そしてその缶作りについても勉強しましたね。日本酒作りは冷ます工程がとても大切なため、江戸時代以降冬に限定して日本酒は作られるようになったんですよね。冬に日本酒が作られること、これが缶作りでした。缶作りはお米の収穫量が少ない年にお米を食用に回すことができるようにするため、江戸幕府が強制したこともあり、その後定着したんですよね。そして冬に限定して日本酒が作られるようになると、農閑期になった農村から日本酒作りに長けたプロたちが酒蔵にやってきて日本酒作りを行う文化が生まれました。
日本酒造りの責任者のことを杜氏と言いますが、杜氏は日本酒造りの専門家なんですよね。缶作りが定着して以降、農閑期にやってくる農村の季節労働者、これが杜氏や蔵人たちでした。農村から出稼ぎでやってきて、冬の時期に日本酒を仕込む杜氏制度は、昭和30年頃までは盛んに行われていました。でもその後は後継者不足などにより衰退して、現在では杜氏や蔵人たちが支える日本酒造りから脱却する、そんな酒蔵も出てきました。そして最後に政宗についても見てきました。宮水を発見して江戸で一大ブームになった酒蔵があったんですが、そのブランド名として清酒をイメージして名付けたんですよね。でも江戸っ子からは間違って政宗と呼ばれてしまったんですよね。この政宗の人気を今に教えてくれるのが、現在でも約150もあるなんとか政宗という銘柄の多さでしたね。はい、ということでこれまでのおさらいでした。今回は応用編ということで、これまでに見てきた日本酒の基本を踏まえて少し難しいことを勉強していきたいと思います。でもご安心ください。これまでに勉強してきたことを踏まえるとすっと理解できると思います。ということで今日取り上げさせていただくテーマはズバリ木本です。木本、皆さん聞いたことありますでしょうか？日本酒がお好きな方は日本酒のラベルに書いてあるのを見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。今回はこの木本を通じて日本酒作りの工程について詳しく見ていきたいと思います。まず結論から言ってしまうと、木本とは日本酒を作る際、材料を入れたタンクの中を酸性にする目的のため乳酸を加える必要があるんですが、この乳酸を人の手で加えるのではなく、酒蔵に自生している乳酸菌が自然とタンクに入り込んで乳酸という酸を作り出す製造方法のことです。いきなりちょっと難しいですね。でもこれまでに学んだことをおさらいするとちゃんと理解できますので、改めておさらいしてみましょう。日本酒作りの工程は、お米に含まれているでんぷんを糖に変える工程と、作られた糖をアルコールに変える工程の2つの工程からできていました。このうち前者であるでんぷんから糖に変える工程を麹菌が行い、後者の糖からアルコールに変える工程を行うのが酵母でした。そして酵母がアルコール作りを行う際、原料タンクの中はお米と麹と水と酵母が混然一体となった液体になっているんですが、この液体、他の雑菌が繁殖する可能性がとても高いんですよ。雑菌が入り込んでしまうと、出来上がる日本酒の品質を下げてしまいます。雑菌の活動を抑えるもの、それが乳酸なんです。乳酸は酸性の物質で、これがあると他の雑菌が活動できないんです。でもそんな中でも酵母は活動できる特徴があるんです。そのため、日本酒作りの工程では、材料を入れたタンクの中に乳酸が十分に存在していて、雑菌を抑える必要があるんです。そして、この乳酸を純水培養して、人の手によってタンクに加える製造方法、これは現在では主流になっていますが、これを測定元と言います。一方で、人が乳酸を加えるのではなく、長年酒蔵に自生している乳酸菌が自らタンクに入っていって乳酸作りを行う、これが木本作りなんです。って思いますよね。木本とか木本作りって日本酒がお好きな方はよく耳にすると思うんですが、乳酸を添加しないで作る日本酒のことだったんですね。でもなんでわざわざ酒蔵に住み着く乳酸菌を待つのでしょうか。日本酒作りは雑菌との戦いで、少しでも短時間に雑菌の繁殖は抑えたいはずです。それであれば、培養した乳酸を速やかにタンクに添加したいはずですよね。それなのになぜわざわざ酒蔵に住み着く乳酸菌がタンクに入っていくのを待っているのでしょうか。そのことを見ていく前に、日本酒作りを少し詳しく見ていきたいと思います。この工程を見ていく中でそのヒントが隠れています。日本酒作りってこれまで何度も見てきましたが、でんぷんから糖に変えるプロセスと糖からアルコールに変えるプロセスの2つを経て作られていましたよね。このプロセス、実は同時に行われているんですよ。同じく穀物から作るお酒であるビールは麦を発芽させることででんぷんから糖に変えて麦芽を作り出しています。そしてこの麦芽に酵母とホップを加えて作る、つまり反応は段階を追って一つずつ行われています。でも日本酒の場合、一つのタンクの中ででんぷんから糖に変えるプロセスと糖をアルコールに変えるプロセスが同時に行われているんです。では日本酒の作り方、詳しく見ていきましょう。まず作るのは麹なんです。日本酒作りに使われるお米の全体量の 20% くらいを蒸して炊き上げます。
そしてお米を麹室という特別な部屋に移動して、お米の温度が麹菌の生息しやすい温度まで下がったら、お米に麹菌の胞子を振りかけていきます。お米と麹菌をよく混ぜて麹菌の成長を待ちます。この時にお米の内部にある小さな隙間である心拍が多い山田錦は、麹菌の菌糸が十分に成長するのを助けているんでしたね。そして2日間かけてお米に麹菌の菌糸が十分に伸長したものが出来上がります。これを麹または米麹と言います。麹作りに続いて行われるのが酒母作りです。酒母、初めて出てきましたね。酒母は元とも言って乳酸と酵母をたくさん含んだものです。難しいですね。詳しく見ていきたいと思います。酒母、元は日本酒作りに使われるお米の総量の 7% を使って作ります。お米を蒸して適温まで下がったら、お米をタンクに入れて乳酸を加えます。純水培養した乳酸を人の手で加える、これが測定元でした。一方、お米をタンクに入れて酒蔵内に生息している乳酸菌がお米に付着して、この乳酸菌が乳酸を生成する、これが木本作りです。いずれの方法でも雑菌の繁殖を抑えられるのに十分な乳酸が生成されて、お米が酸性になったら、続いてここに酵母を加えます。酵母は糖をアルコールに変える微生物でしたね。そして酵母が十分にお米に行き渡り、十分な発酵力を有する酵母を持ったものが出来上がります。これが酒母、元です。酒母とは雑菌の繁殖を抑える乳酸を十分に含んでいて、なおかつ酵母の発酵力を十分に持つものです。そしてこの段階で出来上がった米麹と酒母、つまりでんぷんを糖に変える力を持ったもの、米麹と雑菌を抑える乳酸を十分に持ちつつ、糖をアルコールに変える力を持ったもの、酒母、これらを混ぜて残りのお米と水を加える。これによってお米と麹と酵母と水が混然一体となった液体、つまりもろみができるんです。これによって日本酒作りの2つの化学変化であるでんぷんから糖に変える変化と糖からアルコールに変える変化が同時に進行するわけなんです。米麹と酒母に加える残りのお米、これは3回に分けて加えられていきます。これを三段仕込みと言います。なぜわざわざお米を3回に分けて加えていくかというと、酒母が持つ乳酸が薄まるのを防ぐためで、ここでも雑菌の繁殖を抑えるため細心の注意が施されるんです。そしてもろみは2週間から1ヶ月かけて発酵が行われて、アルコール度数は 17% から 20% まで上昇します。これを絞ってろ過・加熱処理をして適度なアルコール度数まで加水した後、瓶詰めが行われる。これによって皆さんが普段目にする瓶や紙パック入りの日本酒が完成します。ざっくり言ってこんな工程になります。日本酒作りは昔から1麹、2元、3作りと言われてきました。日本酒作りの手順はまず麹作り、次に元、酒母作り、そしてもろみを仕込む作りということで、行われる順番を表す言葉なんですね。それと同時にこの言葉は日本酒作りにおいて大切な工程を教えてくれるんです。日本酒作りにおいて最も大切なのは、つまり麹作りなんですね。さて皆さん、今回は木本作りのお話でしたね。酒母を作る工程において乳酸を人間が加えるのではなく、酒蔵に自生している乳酸菌がタンクに入り込んで乳酸を作る、これが木本作りでした。ではなぜわざわざそんな悠長なことをするんでしょうか。酒母を作るときに培養した乳酸を加えればいいのに、木本ではなぜわざわざ酒蔵に自生する乳酸菌がタンクに入り込むことを待つという不確定要素を持ち込むのか。実は私も同じ疑問を持っていました。木本作りは測定元に比べて酒母を作るのに2倍の時間がかかります。酒蔵が木本作りを続けているのはなぜでしょうか。結論から申し上げれば、木本で作られた日本酒は辛口で香りや味わいが複雑な日本酒になりやすいからです。そしてこの木本の特徴的な風味が木本の根強い人気を支えているんです。少し詳しく見ていきましょう。木本作りで作られる酒母は酒蔵に生息している乳酸菌がタンクに入り込んで乳酸を作り出すんでしたよね。そしてこの乳酸菌は米に由来する脂肪酸であるパルミチン酸とリノール酸という物質のうちリノール酸を優先的に消費します。こうした環境に酵母が添加されて増殖するとリノール酸がないのでパルミチン酸を豊富に含んだ酵母になります。
パルミチン酸を豊富に含んだ酵母はアルコールに負けない力強い酵母となるそうなんです。アルコールに負けない酵母は高いアルコール濃度になる発酵の末期になっても高い発酵力を維持できるんです。つまり木本で作られた日本酒は糖をアルコールに変える工程を行う酵母がずっと元気でいられるためアルコールを作り続けるんですね。そのため木本作りではもろみに存在する糖をより多く酵母が消費してアルコールを生成するため甘みの少ない、つまり辛口のお酒を作るんです。そして同時に測定元に比べて木本作りでは濃厚で複雑な味わいの日本酒に仕上げることが可能なんです。理由としては木本作りにおいて添加される乳酸菌が乳酸以外に様々な成分を作り出すことで香りや味わいを複雑にするからなんですね。この辛口で複雑な風味を持つ木本作りの日本酒、これが木本が支持され続けている理由なんですね。いかがだったでしょうか。木本とは酒母作りに必要な乳酸を生成するのに酒蔵に自生している乳酸菌がタンクに入り込んで乳酸を生成する方法のことでした。酒母作りは日本酒作りの工程の2番目、つまり麹作りの次に行われる工程で、酒母が作られる目的は2つあるんでしたよね。まず雑菌の繁殖を抑えるための乳酸を十分含んでいること、そして2つ目は糖をアルコールに変える微生物である酵母を大量に含んでいることでした。こうして作られた酒母と米麹、それに残りのお米と水を加えて材料が混ざった液体、これをもろみと言いましたね。もろみの中ででんぷんから糖に変える反応と糖からアルコールに変える反応が同時に進行するんでした。そして木本作りで作られた酒母は酵母が力強く発酵して糖をより多く分解してアルコールにするため甘み成分の糖が少ない、つまり辛口の日本酒に仕上がるんでした。さらに木本作りで作る日本酒は乳酸菌が乳酸以外にも様々な成分を生み出すため風味が複雑になるんでした。辛口で複雑な風味がする。だから木本は根強い人気があるんでしたよね。木本ちょっと難しいんですが、これまで4回の講義を通じて日本酒の基本が抑えられていると理解しやすかったんじゃないでしょうか。そして木本、これを知っていると日本酒の通っぽい感じがしますが、今日から皆さんも通ぶれると思います。ちなみに木本作りをご紹介させていただいたので、ついでに山灰についても見ていきたいと思います。山灰、こちらも日本酒がお好きな方は聞いたことがあるかもしれません。どんなものでしょうか。山灰って木本作りとは兄弟みたいな存在なんですよ。簡単に言うと木本作りの工程の一部を省略したものということになります。そのため木本作りと山灰仕込みを合わせて木本系と言ったりします。どんなものか見ていきましょう。山灰について知るにはまず山おろしという工程を知る必要があります。山おろし、何かというと木本作りにおいてお米をすりつぶす工程のことです。山おろしとは酒母を作るタンクに入れる蒸し米をあらかじめ貝と呼ばれる棒を使ってすりつぶす作業のことを指します。蒸し米と米麹、水を混ぜたものを小分けにして長ければ丸1日 2,3 時間おきに米をかき混ぜる重労働なんです。この山おろし、なんで行われるかというと乳酸菌がお米に定着するのを助ける効果があるんです。測定元と違って木本では酒蔵に自生している乳酸菌がタンクに入り込んでお米に付着、それから乳酸を生成するという段取りでした。でもそれだと乳酸菌が乳酸を生成するまで時間がかかってしまいます。そのため乳酸菌の活動を手助けするためあらかじめお米をすりつぶしておいて乳酸菌がお米に広がりやすくする、これが山おろしなんですね。そしてこの山おろしの工程を用いて作られるのが木本なんです。では山灰とはどんなものということですよね。それは山灰の意味を見ればわかるんですよ。山灰とは山おろし廃止元の略。つまり木本から山おろしをなくすと山灰になるというわけなんです。でも山おろしをなくしてしまってお米に乳酸菌は十分に回るんでしょうか。山おろしは乳酸菌がお米に広がってもらうように必要な工程でしたよね。その答えは麹なんです。麹ってでんぷんを糖に変える工程を行う麹菌の塊でしたよね。この麹、実は酒母にも加えられるんですよ。先ほどの説明の中では酒母はお米に乳酸と酵母を加えることで酸性の状態を維持して雑菌の繁殖を抑えつつ酵母の高い発酵力を備えたものとお伝えしました。
酒母の目的はあくまで高い濃度の乳酸と酵母を有することなので、麹についてはあえて触れなかったんですが、この酒母にも麹って加えられているんですよ。そしてこの麹に含まれる麹菌はでんぷんから糖に変えるものなんですが、お米を物理的に分解する力も大きいんですよ。麹菌は菌糸を十分に伸ばしてでんぷんを糖に変えるんですが、菌糸を伸ばすことによってお米の粒を分解していくんですね。そのため酒母に麹が入っていると、山おろしをしなくても十分にお米が分解されて、すりつぶしたのと同じような効果が得られるんです。このことがわかると、多くの蔵元では木本作りにおいて山おろしをやめるようになりました。山おろしはとても重労働ですからね。できればなくしたいですよね。そして木本作りにおいて、この山おろしをなくした酒母作り、これを山おろし廃止元、つまり山廃と呼ぶようになったんです。現在では山おろしを行う木本と山おろしを行わない山廃、両者を合わせて木本系酒母と呼ぶんですが、木本に山廃8の割合となっています。今度スーパーやレストランで木本や山廃を見かけたときは、この2つは日本酒作りの工程で重要な酒母作りにおいて乳酸を加えていないんだな、乳酸菌がタンクに入り込むのを待っているんだなと思い出してみてください。そしてこのうち山おろしというお米をすりつぶす重労働を行っているのが木本、山おろしを行わないのが山廃でしたね。こんなことを知っていると日本酒を選ぶときに参考になったりしますよね。はい、ということで木本について見てきました。いかがだったでしょうか。ちょっと難しかったですが面白かったですよね。日本酒作りの工程を詳しく見てみると、まず麹を作るんでしたね。でんぷんを糖に変える麹菌をお米に振りかけて麹菌の塊にしたもの、これが米麹でした。日本酒作りで使うお米の 20% くらいを使って米麹って作るんでしたよね。そして続いて行うのが酒母作りでした。酒母はお米に米麹と乳酸、酵母を加えて高い酸性条件を維持して雑菌の繁殖を抑えつつ酵母の高い発酵力を持ったものでした。そしてこの酒母作りにおいて乳酸を人為的に加えるのが測定元でした。一方酒蔵に自生する乳酸菌がタンクの中に入り込んで乳酸を作り出す製法、これが木本でしたね。木本は測定元に比べて作るのに時間がかかってしまいます。現在では測定元が主流で、木本作りは日本酒作りの1割程度と少数です。それでも木本作りを使った日本酒を作るのは、辛口で複雑な味わいの風味の日本酒ができるためで、それが高い支持を受けているためでしたね。そしてこの木本作りも2種類に分かれるんでしたね。タンクの中でお米をすりつぶす山おろしという工程を行い、乳酸菌の活動を手助けするのが木本、そして山おろしを行わないのが山廃でした。いや、いかがだったでしょうか。今回の授業、これまでよりも難しかったと思いますが、面白かったですよね。まず日本酒作りって乳酸が必要なんですね。雑菌を抑えるために先人たちは乳酸という雑菌を抑える効果のある物質を使っていました。そして乳酸を生み出すため乳酸菌を活用していたんですね。こうしてみると日本酒って麹菌や酵母の他にも乳酸菌にも頼って作っているので、日本酒って微生物がないとできないということになりますね。この点が私にとってとても勉強になりました。そして個人的には山廃ですね。大学の頃部活の後輩から山廃の日本酒ですって得意げに持ってこられたことがあったんですが、正直何のことかさっぱりわからなかったんですよ。その後も調べたりしたんですが、山おろしとか木本とか難しくてなんとなくわからないままだったんですよ。でも今回勉強する中でやっと理解できました。長年の疑問が解消してよかったですし、今なら山廃の日本酒を持ってこられたら、それって乳酸を加えずに酒蔵の乳酸菌を利用して酒母を作る日本酒なんだよね。あと山廃は木本系酒母の中で山おろしという重労働をしていないんだよねって返せると思います。ということで今回の講義はここまでとしたいと思います。次回は日本酒の講義の最終回になります。最後は日本酒作りに欠かせない水について見ていくとともに、これまでの講義のまとめをしていきたいと思います。ぜひ次回も楽しみにしていただければと思います。最後になりますが、今回の講義がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。次回もまたお会いしましょう。それではまた。